先日行われたハンガリーグランプリでアルファタウリから半年ぶりに復帰したリカルドに結果的に敗れてしまった角田裕毅。しかし彼はそのリカルドから多くのことを学んでいます。今回のリカルドはオープニングラップでチョウ・グアンユーに追突され、いきなり最後尾に落ちてしまいましたが、その後のピット戦略をうまく使い13位でフィニッシュしています。一方、チームメイトの角田裕毅はオープニングラップでいきなり6台をかわし11番手に浮上したものの、リカルドとは対照的にピットでのミス、その後のタイヤ交換のタイミングで全てを失い15位でフィニッシュしています。結果的に角田裕毅はコース上では誰にも抜かれていないので、悔しさは計り知れないと思います。それはレース後のこのコメントに表れています。今週は全てがフラストレーションでした。正直に言ってポジティブな要素は一つもありませんでした。ハンガリーグランプリは角田裕毅が過去一番チームを批判したレースと言えます。前のマシンが接触で消えたとはいえ、スタートで6つ順位を上げてもピットに入るたびに順位を落としていれば、どのドライバーでもフラストレーションはたまると思います。ただ 7.3 秒もかかってしまった1回目のピットストップでは角田裕毅の停止位置が30センチほどずれていたので、そのわずかな差を作り出した彼にも原因があるかもしれません。僅差での戦いではこういう部分でも差が出ると思うので、今後は修正すべき点です。では2人のレース中のペースはどうだったのでしょうか。リカルドは30周目にミディアムタイヤに交換し、その後41周を走り切り、角田裕毅は45周目にミディアムに交換し、その後の26周を走り切っているので、全く同条件とは言えず、リカルドは前のマシンの DRS 圏内に入ったこともありましたが、その後すぐにそのマシンがピットに入っていたので、ほとんどがクリーンエアーで走れていました。角田裕毅は残り5周あたりでようやく前のマシンに追いつき、そこからバトル状態になりましたが、その前はクリーンエアーで走れていました。これがレース中盤から終盤のミディアムタイヤでの2人のラップタイムです。リカルドの驚異のタイヤマネージメントが数字として現れており、レース終盤に1分23秒台をマークしているのには脱帽です。リカルドは終始1分24秒台前半をキープしており、前後のマシンとのタイム差を見ながらタイヤをマネージメントしており、ミディアムタイヤでの34周目となる67周目にファステストラップをマークするという離れ技を披露しています。一方、角田裕毅はリカルドよりもミディアムでの周回数が少なかったこともあり、1分23秒台を何度もマークしており、レース終盤にサージェントやヒュルケンベルグに追いついてからはタイムは伸びていませんが、68周目には1分23秒269という自身のファステストラップをマークしています。皆さんはこの2人のラップタイムを見てどう感じましたか？個人的には2人が全く同条件だった場合、ほぼ同じラップタイムをマークするような気がしています。結果的にハンガリーでは角田裕毅はリカルドに順位で負けたことになりますが、2人の差は非常に接近していると言えるのではないでしょうか。ただ、リカルドがアルファタウリでの初戦だったということを考えると、彼の速さ、適応力は角田裕毅にとって脅威と言えます。ベルギーグランプリ以降、リカルドはさらにマシン、チームに適応してくると思うので、そのリカルドに勝つことができれば、角田裕毅の評価は過去最高レベルに達する可能性を秘めています。今回のたった1レースで、リカルドの存在が予想以上に大きいことが判明しました。角田裕毅はリカルドについてこう語っています。リカルドのコメントを聞いていると、フィードバックが的確というだけでなく、セッティングの進め方がさすがベテランだなぁと感じました。アルファタウリのようなチームに F1 で8勝を挙げているビッグネームが乗るのは初めてだと思うんですが、マシンの挙動がおかしかったり、タイムが伸びないセクターがあったりすると、経験の浅いドライバーというのは過剰に反応したりします。するとチームはセッティングを変えようとマシンをいじり始めることが多いんです。でもリカルドは
多分あれは風のせいだから無視してくれとか、今回ここでタイムを失ったのは僕がミスったせいだからジタバタ動かなくていいよとか言うんです。1回目のピットストップの後もリカルドは無線でこの場所で走っていると前のマシンのダーティーエアを浴びてダウンフォースが少ない状態で走るのでタイヤが滑ってダメになってしまうからピットインさせてくれとチームに伝えています。それでチームがタイヤはどっちがいいかと聞くと、タイヤはどっちでもいい、あとは僕が何とかするから、とにかく早くピットインしてクリーンエアで走らせてくれと言っていました。彼のチームスタッフへの振る舞い方から学ぶことは多く、特にレース中の無線でのコミュニケーションはさすが経験のあるドライバーだなぁと思いました。これまでリカルドはルノー時代やマクラーレン時代にも同じようなことを無線でチームに伝えることがあり、その後のレースで可能な限り結果に結びつけていました。今回の件と過去のそれを思い起こすと、リカルドのそういう部分が F1 で愛されている理由の一つで、次第にチームがリカルド寄りになるのも自然な流れなのではないかと感じました。レース中、文句を言うドライバーは非常に多いと思いますが、リカルドのようなタイプは非常に少ないのではないでしょうか。角田裕樹の強みの一つは、どのドライバーとも仲良く振る舞えることです。いじられキャラの角田裕樹は、すでにリカルドにもいじられており、2人の関係は非常に良好に見えます。百戦錬磨のリカルドを間近で見られるということは、今後の角田裕樹のドライバー生命の財産になると思います。ガスリーやデフリースから学べなかったものを、リカルドから存分に学んで成長してほしいですね。フェラーリは先日、これまで4年半レーシングディレクターを務めてきたローラン・メキースの離脱を発表しました。彼は来年から現在のフランツ・トストさんに代わり、アルファタウリのチーム代表に就任します。チーム名自体も変わると言われているので、心機一転生まれ変わるチームには期待感しかありません。そのチームで角田裕樹が4年目を迎えるのか、レッドブルに昇格するのか、はたまたシートを喪失してしまうかは、残りの10レースの結果次第です。残念ながらハンガリーで負けてしまった角田裕樹は、一時的に評価を落とした可能性もありますが、レースの内容を見ると、言うほど悪くはなく、リカルドとほぼ同じようなレースをしていたと言えるので、今後のレースでは目に見える結果で、リカルドを倒してほしいです。それにはチーム側の援護も必要になりますが、リカルドがチームにもたらす効果で、彼らも生まれ変わる可能性があるので、その恩恵を受け、さらに角田裕樹のチームに対する接し方の変化に期待します。今年の日本グランプリまでは、あと4レースしかありません。理想を言えば、そこで何かしらの嬉しい発表があれば良いのですが、さすがに7レースを残した段階では難しそうですね。角田裕樹にとっては、良い流れで日本グランプリを迎えてほしいです。それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。